いリーダーシップと弱いリーダーシップの違いが今回のトランプの演説には見えますよね。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。すごいなと思いますよね。暗殺されそうになった同じ場所、同じところに戻って、自分から戻りたい、行きたいって言ったトランプが先日、ペンシルバニア州のバトラー市に戻って、同じ舞台に上がって演説した人がすごいしか言えないんですよね。何も怖くないんですよね、トランプが。本当に根性がある。タフだよね。今回ステージに登った時と以前暗殺されそうになった時との違いがいろいろありました。まず一つ言えるのはセキュリティの面でシークレットサービス、警察、スナイパーがバッチリといろいろなところにちゃんとあった。以前もそうだはずだったのは今回はちゃんとなってましたよね。そしてもう一つは多分トランプ自体が反対したかもしれないんだけど、最近のラリーで防弾ガラスで守られているトランプ元大統領です。今回もそうでした。もう一つの大きな違いが何万人の人、以前もすんごい人が集まったんですけど、今回6万人から8万人の人がペンシルバニアの田舎の町まで遠いところからも人が集まって見に行こうとしたことがすんごい集まりになりました。トランプは一人だけじゃなくて今回もスペシャルゲストがいっぱいいました。その中の一人はイーロン・マスク。イーロン・マスクも出てきたんですよ。初ラリーに参加になったと思うんですよね。トランプがステージに登って言ったこともなんていうんですかね、笑っていいかどうかってわからないんですけど、As I was saying, 続きましてはとかっていう言い方するんですよね。以前、結局暗殺されそうになって、撃たれちゃって、倒れて、そのままで終わっちゃったんですよね。で続きましてはっていう方がすごいよね。彼の考え方というか、普通の人がどんなにタフだろうが、どんなに自分はもうタフマンだと思ってもできる人が非常に少ないと思います。これはね、この行動で彼の考え方、彼の見せ方も、持ち方が、アメリカ人いろいろな人にはすごい影響があると思いますよね。最近私の周りもいろいろな人に言われるんですよね。スティーブ、いろいろ言わなきゃいけないことを言ってくれてありがとう。もうスティーブからも勇気もらいますと言われることがあるんですよ。日本人にも言われるし、アメリカ人にも言われるんですけど、正直にトランプみたいな人がいなかったら、私以外にもいろいろな人がね、こんな勇気がないかもしれないんです。怖いんですよね。いろいろ言うのが。また叩かれるのはね。でも言わなきゃいけないことがある。本当にもう許せないことがあると、っていうところに対しては言わないと、言わなかったからみんな我慢してきたからこそ、この世の中になってしまったんですよね。強いリーダーシップと弱いリーダーシップの違いが今回のトランプの演説には見えますよね。そしてこの過去の4年、バイデン政権の4年間、その前のトランプ、強いリーダーシップのある4年の違い、いろいろ考えましょう。戦争、トランプの時は戦争なかったんですよね。中近とウクライナ、ロシアの騒いでなかったんですよね。トランプの政権が終わってから、バイデン政権になってから、いろいろあることがなった。そしてアメリカ国内、何もうまくできない、インフレーションになって、物価上昇と大変なことだったのは、あとアメリカは舐められる元に何があると思う？弱いリーダーシップ。毎週末、デラウェアまで行って、シャツ脱いで横になって、しかしない大統領をこの世の中のいろいろなテロリストたちを見て、今はチャンスだろうなって普通は思うんだよね。トランプはそれはないんですよね。今でも毎日3箇所とか4箇所とかインタビューに応じたりいろいろ出てきている、もういろんなインタビューに応じている、ラリーを行っている中で、バイデンは全然
ついていけない。まあ、バイデンはもう次の大統領じゃないんだけど、ハリスも、もっと若い60歳ぐらいかなのハリスもついていけないんですよ。トランプの強さとハリスの弱さ、政権の、今のバイデン政権の弱さがもう月とスポンの違いなんですよね。なぜこの世の中いろいろおかしくなってるのかわかるんじゃないですか。多分今まで分かってない人でもトランプの動きを見て、トランプの優しさもどんどんもうメディアがマスコミがずっと潰してた彼の優しさもどんどん出てきているんですよね。今回ペンシルバニアに着いた時にラリーが始まる前に最初に何したと思うトランプさんが。最初にしたのは暗殺されそうになった時の実際に殺された、殺害された元消防隊員さんのコリーさんの奥さん、子供に会ってハグしたんですよね。報道されないでしょうね。日本のマスコミにも、アメリカのマスコミにもそういうのは出てこない。その後、演説中に、そのコリーさんの思い出で絵を描いた人がそれを公開したし、コリーが実際に座ってた席に彼のユニフォームを飾ったりすることが、これはアメリカ人よりの大統領と、その反対に、全くアメリカ人を考えてない、何もしない大統領の違いですよね。トランプさんが嫌われてきたことが、マスゴミが作り上げた話で、そうなったと思うんですよね。いいところを絶対見せない。潰すんですよね、そういうところが。彼がちょっとした発言とか、ちょっとした言い方では取り上げて、で、炎上させることが作戦なんですよね。ハリスもそうだし、バイデンもそうなんだけど、確かにね、以前もこのチャンネルでも言ったように、トランプもニューヨーカー、俺もニューヨーカー。ニューヨーカーはストレートで言うんですよ。政治家じゃないからこそストレートで言うこと。たまには耳にちょっと痛い発言もあるかもしれないんだけど、どっちがリアルなんですか？いつもフェイク、いつも作った顔をする人とか、そして本当に本面がそのまままっすぐで言ってくれるタイプが、俺に言わせるとそっちの方が全然いいと思うんです。政治家が嘘くさいんですよね。で、マスゴミがそっちの方をどんどんなんかよく映るように、よく報道されるように、よくイメージがもう良くなるように、そういうところを作り上げるマスゴミと、トランプがどんどん叩くマスゴミ。でもね、バレてるというか、普通のアメリカ人がね、本当分かったと思うんです。イーロン・マスク、多分たった4年、5、6年前に思い出してみると、イーロン・マスクはトランプよりの人ではなかったんですよ。違うんです。彼が変わったんです。なぜかというと、彼も多分強いリーダーシップと弱さの違いがよく理解できる人間だと思う。弱い政権は何しようとすると思う？今も明らかに言ってるのはクリントンもっとヒラリーも言ってるし、ハリスも言ってるし、バイデンは何も言えてないからもう関係ないんだけど、一応大統領なんだけど、表現の自由、言論の自由を潰しましょう。マスゴミにもう注意、もうかけてるんですよ。もっとミスインフォメーション、要するにフェイクなミスインフォメーションを潰さなきゃいけないマスゴミに責任があると。自分たちよりのマスゴミに今度何？言論の自由とか他の人の言葉を全部潰せとかって明らかに言ってるんですよ。アメリカ憲法の第一条は表現の自由、言論の自由。それがアメリカの最も大事な権利なんですよ。憲法の第一条なんですよね。それね、イーロン・マスクが分かってます。昔はね、言われたのはトランプが大統領になったら独裁主義者になる。みんなの表現の自由をなくする。誰も何も言えない。こうなる、ああなる、こうなって言ってるマスゴミが自分たちよりのヒラリーとみんなにちょっと、右寄りの人たちが言ってるミスインフォメーションを潰しましょう。言ってはいけない。ヘイトスピーチ、ミスインフォメーション。日本も同じ問題抱えてると思いますよね。ヘイトスピーチって言ってる人たちが一番ヘイトがあるんですよ。自分たちを持っていることを他の人のせいにしようとしているのは、そのヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチと叫んでる人たち。表現の自由を潰したい人たち。でもスティーブさん、ヘイトスピーチはよろしくないんだよね。差別的な表現とかって。俺はいいと言ってないんですよ。
別にみんなはこれ賛成しなきゃいけないって言ってないんです。私は言いたいことは、ヘイトスピーチというのは何ですか？例えばですよね、ヘイトスピーチを管理しなきゃいけない政治家が、左寄りの人たちに対する嫌な言葉とかがあったら、それはヘイトスピーチになるかもしれない。でもその反対が自分たち言いたい放題かもしれないんだけど、こっちから言ってきたことがヘイトスピーチにしたら、それは言ってはいけないことになるんだけど、こっちは言いたい放題とか。誰がその基準を決めるのか。そういうことじゃないです。だから憲法の第一条にあるの表現の自由、嫌なこともあるかもしれないです。耳に痛い言葉もあるかもしれないんです。トランプみたいな人が、本当はね、その言い方したのかっていうことあるかもしれない。これは、一つ我々は人間として民主主義、共和国、資本主義にいる人たちの最も大事なのは表現の自由。強いリーダーのトランプがそれは全く潰したいと思ってない。だからこそイーロン・マスクは X を買ったんですよね。ああいうビジネスとかに興味のなかった、関係なかった、スペース X、テスラ、他では忙しい人なんだけど、いくらもうとんでもない普通の人は考えられないぐらいの金額で X を買った理由は、もう X も腐ってたんですよね。バイデン政権に、あと民主党とかにはすごいプレッシャーかけられて、いろんな情報事実を潰してた。表現の自由、言論の自由を潰してた。政府に言われた通りをやった会社があると、Facebook、X、Google とかであると、この国はどうなるのか。アメリカというのはどうなるのか。他のこの世の中のリーダーとしてって言えるアメリカがもう消えちゃうから彼が動いたと思う。その後彼の目も覚めたと思いますよね。言われてるトランプじゃなくて、その言ってる人たちがどんだけアメリカを潰したいのか、どんだけこの権利、みんな一人一人の権利を取りたいのか。表では言ってないんですよ。表では、いや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 、もう私たちみんなより差別のない社会とか優しい言葉ばっかりって言うんだけど、中身が全然違うんです。それね、いろんな人が分かってるし、日本人にもぜひ分かっていただきたいですよね。気をつけよう。甘い言葉と暗い道。その通り甘い言葉が一番怖いですよね。トランプには甘い言葉がないかもしれないのに、彼の行動とやってることと国民よりの大統領だっていうことがもう誰見てもわかるはずです。やっぱりこれからアメリカ全世界のために強いリーダーシップ、強い人、勇気のある人、その勇気を他の人に、全世界の人たちに与えられる人がいないといけないなと思います。前から言ってるんですが、今回の大統領選挙、一番狙われてる、一番嫌われてる、一番暗殺されそうになってる人が、なぜそうなってるのか。どんだけ彼がね、が危ないのかって、これの反対の考え方の人たちがわかるんですよね。普通のアメリカ人も多分日本人も見れば報道されないかもしれないんだけど、他でいろいろ調べたら明らかになると思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして TwitterX、Instagram、Facebook もやってます。@StevePOV でそちらでのフォローもよろしくお願いします。このチャンネルにメンバーシッププランもあります。これといつも無料で動画をこれから出し続く以外にも、メンバープランもあるので、特典、絵文字、バッジ以外にも限定動画、メンバー限定動画もあるので、そっちの方もチェックしてみてください。下の説明欄にリンクがあるので、もしくは StevePOV のホームページ、YouTube のホームページまで行っていただければ、メンバーシップのところがあるので、ぜひチェックしてみてください。最後に、10月末26日だったと思うんですが、日本でオンラインのセミナーをやります。その詳しいことはまた説明欄にあるんですが、アメリカの大統領選挙の直前の状況について、ライブでセミナーオンラインでやりますので、下の説明欄のリンクもチェックしてみてください。セミナーは無料なんですが、事前にサインアップが必要なので、チェックしてみてくださいね。これからもう本当アメリカの大統領選挙はもう30日も切りました。もう1ヶ月以内となりましたので、どうなるのかって正直わかりません。もちろん私の中では自分の周りの人たちから言うと、トランプだろうと。そういう流れ的にはそうなるんだけど、トランプの無事、
トランプの安全とか、本当に皆さんはこれからアメリカの旅と、この世の中のために少し目つぶって祈りましょうと守られていることが何よりだと思います。この後、日々前進、サムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。ではまた次回まで失礼